よかったなと思うところ。安全ですよね、このバイク。ホンダのホーネットのシナジーです。どうもお疲れ様です。トモブロです。今日はですね、ホーネット250を、購入してみて、乗ってみて、してみてよかったなと思うところをですね、紹介していきたいと思います。このバイクを購入したのが4ヶ月ほど前なのかな。4ヶ月ほど前に購入して、直すべきところを直して、でやっと最近乗り出したっていう感じなんですけど、まだねよくわからないんですけど、第一印象でこのバイクめっちゃいいじゃんって思ったことがあったので、買うメリットといいますかね、そんなのをちょっとファーストインパクトで感じたことっていうのをちょっと紹介したいなと思います。で、中古相場かなり値段上がってますね。もうなんか倍近く、最低金額、最安金額でグーバイクのホンダホーネットの最安金額が30万近くなってるんですかね。なのでかなり値段上がっちゃってきてます今。なので買うなら早めに買った方がいいかもって思うバイクですね。高いのだと100万とかいきますね。これ定価いくらですかね。新車の定価いくらなんですかね。多分定価超えてません。古いバイクなんですけど、なんかすごく、ね、今値段上がってますよね。クォーターマルチの需要がすごく伸びてきてるのか、僕はめちゃくちゃ安くで買いました。その代わりちょっといろいろ直しましたけど、いろいろって言って3箇所ぐらいタイヤ交換して、サーモスタットを交換して、あとはフロントフォークを交換したぐらいかな。ではね、早速ちょっとツーリングコースへとね移動していきたいと思います。再ワープします。ホーネット250といえばね、もうナンバーワンに、抜きに出てくる一番の長所っていうのがやっぱりクォーターマルチの、エキゾストサウンドなんじゃないでしょうかって僕は思いますね。もう甲高いね、F1 のようなサウンド。排気量小さいんで音量はそんなに出ないんですけど、音圧はそんなに出ないんですけど、音が、音色がいいですよね。軽い音なんですけど音色はいいと。安全ですよね、このバイク。こう音がすごくいい音をするんですけど、速そうな音はしてますけど、そんなにめちゃくちゃ加速がいいわけではないので、事故らないんじゃないかなと思います。調子乗って音良すぎてテンション上がっちゃってそのまま事故っちゃうみたいなことはないのかなって思います。多分ね、出てもこれ180キロぐらいしか出ないんじゃないですかね。180キロも出ないと思いますよ。そんな大型バイクみたいに300キロとかね400キロ出ないと思うんで、でも死ぬけどね、180で事故っても。うわ、綺麗綺麗、すごい新緑の季節、いいですね。この時のツーリング最高ですね。次にね、いいところ、とにかくさすがホンダさんのバイク、頑丈ですよね。このホーネット19484キロの5ロー体ですが、しかし16000回転までねきっちりエンジンかち回してもですね、なかなかうんともすんとも言いません。いいですよね。いいバイクです。安心してやっぱ頑丈なバイクだと安心してアクセル開けれますよね。アクセル、スロットル、バイクの場合はスロットルっていうんですか。車だとアクセルで、バイクだとスロットルなのかな。でまたね、その最初に言ったこの高回転のいいサウンド、エキゾーストサウンドとね掛け合わさって、この頑丈さが、もうアクセルを開ける楽しみっていうのがありますよね。スロットルを全開にする楽しみっていうのがあります。なかなかスピードも上がらないですから、音をこう堪能しながらアクセルを長い間開けられるといったような、そういった、結果がね生まれると、相乗効果ですよね。これはまさにこれがシナジーというやつです。ホンダのホーネットのシナジーです。
か？音を聞きたいですか？ホーネットのエキゾーストサウンド。せっかく音して録音するんだったらちょっとよく音を拾う、反響して音を増幅させてよく拾うトンネル、はい、皆さん大好きなトンネルでアクセル全開にしてみたいと思います。いい音のバイクや車でね走ってる時にトンネルに入るとアクセル踏みがちですよね。これ分かる人いますか？僕もよくアクセル開けちゃいます。ああ、いい音だなって自分の車の音を聞きながら、はい、トンネルの中を走るっていう。まあ近くにね車がいると迷惑になるので、赤ちゃんとかね寝てたりする可能性あるので、まあ誰もいないところでやってるんですけどね。めちゃくちゃびっくりしてますからね。同じトンネルに入っててうるさいバイクとか車来たら、いやしかしバイク多い今日は。バイバイバイ。みんなこうカメラを見ると野営しがちっていうね。絶対なんかね GoPro つけてる時の野営率がいつもより、40% 増しぐらいやってます。それではいきます。いい音だぜ。もう一丁。うわー綺麗。ここは50キロなので50キロ制限でいきますよ。3、2、1。てな感じでね、いい音出ますよね。ホーネット、ホンダホーネットいい音しますよね。あんまり実はあれで60キロ、あ、ここ50か。実はあれで50キロちょいぐらい、メーター読みで60なので、実際の速度はまあ50ちょいぐらいですね。加速でそれぐらいしか出てないから、安全に音を楽しんでアクセル全開にできるという超最高なメリットがあります。はい、多分ねホーネットを買う皆さんの理由っていうのがほとんどがこれに、入ってくるのではないかなと。でこのホーネットは珍しい2本出しマフラーをもともと装着しておりますので、純正のマフラーよりかはさらに音がうるさくなっております。ちょっと夜とかね、住宅街走るときはかなり気を使いますね。はい、ということでどうだったでしょうか。まあ私が言いたいところは詰まるところですね。まあ、音がいいと、もうそれにつきますかね。音がいいです。こんな音のいいバイクは多分なかなかないんじゃないかと思います。でもバイク全体ので分類したらホーネット250って多分遅い方だと思うんですよね。大型とかも入れちゃうと 400cc 中型大型、あと通奏の250とかとも比較 しちゃうと遅い方だと思いますけど、だからこそこのエキゾーストサウンドをですね、甲高い突き刺さるようなエキゾーストサウンドをまあ思う存分安全に低速で安全に楽しめるめちゃくちゃ面白いバイクだなと今乗ってて思いますよね。圧倒的なパワーとかトルクっていうのはないんですけど楽しいです。めちゃくちゃいいおもちゃ買いましたこれが大人のおもちゃってやつですね。これからホーネットねちょっと高くなってきちゃってるんですけど、普通に中古車買えちゃう、4輪の自動車買えちゃうぐらいの、中古車買えちゃうぐらいのね値段までちょっとだんだん上がってきちゃってるんですけど、はい、まだまだ値段上がるかもしれないのでちょっとビットコイン買うぐらいの感覚で買ってみてもいいんじゃないですかね。ビットコイン最近暴落してちょっとしんどいですけど、まあまあしんどいですけど、資産3分の1ぐらいになってますからね。それはちょっと関係ないんで、今後ね、ホーネット欲しいなとかちょっと購入検討してるんだっていう人はぜひ、はい、この動画を参考にっていうか、この動画を見てちょっとモチベーション上げてもらって、ぜひね買っていただけると楽しめますよ音はいいですから本当に。
エンジンぶん回す、楽しみができますね。でホンダなので頑丈なので、ホンダだから頑丈なので潰れないですし、回しまくっても潰れるでしょうけど、回しすぎたら潰れるでしょうけど、はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら、ありがとうございました。